皆さんこんにちは。本日は横尾忠則寒山百徳展についてお話しさせていただきます。寒山十徳は中国は唐の時代に来たとされる風教の僧です。人里を離れ山奥にこもり、ボサボサの格好をしながら忍びを作って暮らしていました。しかし実はその正体は文殊菩薩と普賢菩薩であるという言い伝えがあります。そんなキャラクターに惹かれて、これまで多くの芸術家たちがその姿を描いたり小説にしてきたりしました。そして横尾さんも以前から寒山十徳に惹かれていました。寒山十徳は中国の超俗の僧です。美術家として生きることはある意味で超俗の実践を理想としなければなりません。本格派の面倒くさい画家になるには寒山十徳みたいにならんとあかんのです。そんな風に画家としての理想を語っていた横尾さん。2019年に蘇我蕭白の寒山十徳を描いたことをきっかけに、寒山十徳を連続して描くようになりました。その約最初の30点を含めた展覧会が当館で2年前に開催しました。Forward to the Past 横尾忠則寒山十徳への道展になります。そちらにつきましては当館の YouTube で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。今回はその続きでさらに100点描かれた寒山十徳をお見せしようというものです。この展覧会のテーマは寒山十徳ですが、展覧会タイトルは寒山百徳になっています。それは横尾さんが最初に寒山十徳を100点描こうと決めたことから始まっており、寒山十徳の名前を1文字変えて10から100へ寒山百徳としたことに由来しています。本展には最終的に102点の作品が展示してありますが、それがおよそ1年間の間に描かれています。1日に1枚どころか1日に3枚描くような日もあって、その制作スピードには驚かされてしまいます。本展のもう一つの特徴は、作品名がすべてその作品が完成した日付になっている点にあります。そして作品は制作された順に展示されています。1年間の間に横尾さんがいかに寒山十徳を描いていったか、その変化を時間とともに追ってみてください。実際にその変化はどんなふうに見ることができるでしょうか。まず寒山百徳シリーズの最初の20点はいわゆる朦朧体で描かれています。横尾さんの朦朧体は日本美術史上でいう朦朧体とは異なり、独自の解釈で語られているもので、横尾さんが難聴で感覚がぼんやりとしてしまっている、また腱鞘炎で手が痛く思い通りに筆が動かせない、そうした状態を総称して朦朧体と呼んでいます。朦朧体で描かれた絵は線が揺らいでいて、その揺らぎの重なりによって独特の雰囲気が生まれています。また一つのイメージを複数枚の絵にわたって連続して描き込むという変化もあります。こちらではまず赤い敷物が描かれるようになります。その赤い敷物は徐々に変化をしていき、赤いマントへと変わります。赤いマントが数点続いた後、また赤い敷物に戻りますが、今度は世界観が変わり、空飛ぶ絨毯と言えるでしょうか。そして最後には赤いマント、そして赤い敷物というふうにどちらも現れます。このように画面の中で赤の色面をどういうふうに処理しようかと考えている横尾さんの試行錯誤が伝わってくるようです。この辺りからは画面にフュージョン、つまり融合という意味の英語が描き込まれるようになります。画面の中でも文字が大きな一つの構成要素として使われていることがわかります。このフュージョンはどのように変化していくのか、文字だけなのか、そういったことにも注目してご覧ください。ここから始まるのは、今度は相対性理論の式である E=mc2乗のシリーズです。作品のどこかに E=mc2乗が描かれていて、
この時期横尾さんの頭にはそれがいっぱいだったのではないでしょうか。時を同じくして画面の中に共通して描かれているある一つの要素が現れます。その要素、10月16日から12月12日までの間の作品すべてに描かれています。ぜひ会場で見て確認してみてください。横尾さんは自分のスタイルに注目してほしいと言います。何が描かれているか頭で考えるのではなく、どういうふうに筆を運んできたか、その変遷を見てほしい、そして自由に楽しんでほしいと言います。しかし、たくさんのものが描かれている横尾作品、それが何を意味するのか知りたくなってしまうのも人情というものです。それに横尾さんが触れた情報や横尾さんの制作に影響を与えたものもあると考えられます。そこで今回は学芸員が自由に解釈をしたということで、何点か作品を取り上げ、次にお話ししていきたいと思います。まずはこの作品について見ていきましょう。これは結婚式の場面でしょうか。画面の中央に白い服を着て幸せそうに顔を寄せ合う一組のカップルがいます。参列者もその様子を見守っているようですね。そして左端には髪がボサボサの2人組がいます。1人が手にしているのはフローリングワイパーです。つまり掃除機の変化したものと考えれば、この2人は寒山実徳なのではないでしょうか。そして右端にはなんとサーキュレーター。これは横尾さんのアトリエにあったサーキュレーターで、描いていたところ目に入ったからそのまま描き込んだそうです。こんな風に横尾さんの日常が絵の中にも描き込まれているんですね。実はこの人々が集まってこちらを見ているような構図は横尾さんの作品の中でいくつも描かれてきました。1970年に写真家の篠山紀信さんが横尾さんの故郷に行って横尾さんと横尾さんの同級生を撮ったその写真から始まります。そしてその24年後、横尾さんはその写真をもとに故郷の同級生たちを描きました。高架橋や同級生たちは写真そのまんまですが、タイミングよく走っていた電車や後ろの方からも見守っている横尾さんの姿は消えています。その構図は最近になってまた描き込まれました。同級生たちの姿は横尾さんの思い出の人物に変わっています。大好きだった女優や憧れのターザン、そして夢に出てきたというギルガメッシュ、横尾さんの子供の頃の姿も描き込まれていますね。2人の人物が剣を振り回し戦っているような構図、これも横尾さんの作品の中で何度も描かれてきたものです。横尾さんが5歳の頃に武蔵と小次郎の決闘を描いた絵本を模写したことから始まっています。横尾さんはその5歳の頃に描いた絵が自分の中で最高傑作であり、それを超えるものはないということで、その絵をたびたび自分の作品の中に入れてきました。横尾さんが描いたこのポスターの中には、その5歳の時に描かれたモチーフが切り取られ、そのまんまはめ込まれています。さらに寒山実徳シリーズでも最初に本に描いた中で武蔵と小次郎の決闘の図は描かれているんですね。本作では武蔵と小次郎の頭がボサボサになっていて、そして対になっている2人組ということで、寒山実徳のキャラクターがさらに付け加えられています。背景には皇居に架かる二重橋や馬の姿も現れています。武蔵と小次郎のモチーフはこの作品にも描かれています。飛び上がる武蔵、そして地面でそれを受け止める小次郎の姿はそのままですが、今度はその間にヌードの女性が横たわっていたり、2人の手から剣は消えてしまってほうきとトイレットペーパーになっていたり、寒山実徳の要素が強くなっているかもしれません。寒山百徳シリーズのアイデアはいろんなところにあふれています。こちらも西洋美術史上のある有名な画家をモチーフにしたものですが、誰かお分かりでしょうか。
下に文章が書いてありますので読んでみましょう。ロビンソン・クルーソーとしてのファン・ゴッホが雪の降る南の島で寒山に出会うというふうに英語で書かれています。つまり左側に立っているのはロビンソン・クルーソーの格好をしたファン・ゴッホということになります。彼が寒山拾得に出会ったですね。そう言われてみると、この作品はゴッホの夜のカフェテラスを意識した青と黄色が主要な色として用いられていますし、筆色もまるで印象派の点描のようになっています。ではこの作品は何を元にしたものか皆さんお分かりでしょうか。森の中で敷物の上に座る3人の男女、2人の男性は服を着ていますが、女性は裸で座っています。マネの草上の昼食ですね。マネの草上の昼食も3人の男女がそういうふうに座っている、その構図はそっくりなんですが、実は決定的に違う点があります。それは3人の位置が反転しているということなんですね。画面の右側には虎の絵が描かれた看板が立っています。Beware of Tigers、つまり虎に注意ということで、まるで虎が出てくるから気をつけなよと注意しているかのようです。しかしこの虎にはもう一つ意味があって、寒山拾得の師匠であった武漢という人物は虎を手なずけた人としても有名です。その武漢はよく虎とともに描かれていることから、ここには武漢の存在もほのめかされているのではないでしょうか。横尾さんの興味の範囲は広く、そのインスピレーションはもちろん日本美術史からも得られています。こちらの作品は久住守景作の納涼図屏風が元になっています。夏のある一日、日が陰り涼しくなった時間でしょうか。家族3人が家の外に出て夕顔棚の下ですでに昇り始めている月を眺めている、そんな作品を元にしたものですが、ここではその3人の部分だけを切り取って描かれています。夕顔棚は藤棚のようになっており、また月はかなり近くになっていますね。そして納涼図屏風との大きな違いは、手前に座る女性が服を脱ぎ足を前に投げ出している点にあります。この構図、先ほどの作品と共通点があるのにお気づきでしょうか。先ほどはマネの草上の昼食を元にした作品をご紹介しましたが、その構図は原作と反転していました。その反転したことによって前に座る女性のポーズがこの納涼図屏風を元にした作品と同じになるんですね。こういうふうに寒山百徳シリーズの中で横尾さんなりの解釈、そして作品上の遊びといったものが見つけられると面白いかと思います。この作品が描かれたのは5月1日ですが、その2日後にまた同じ構図で新たな解釈の作品が描かれています。今度は人物像が3人から6人と倍になっており、そして背景はカラフルな点描で埋め尽くされていて、全く異なった世界観が表されているかのようです。何が変化し何が残っているのか、そうしたことにも注目していただくと面白いかもしれません。寒山と拾得が机を挟んで向かい合って座っています。座っているのは便器、そしてお皿に乗っているのはトイレットペーパー。それを見つけて何か話しているかのようですね。そして彼らの背景に描かれている人物は皆さんよくご存知のスポーツ選手です。そう、大谷翔平選手ですね。横尾さんはスポーツも大好きで、ニュースや新聞で得た情報を作品に描き込んでいます。ランナーたちが一斉にゴールに駆け込む様子、彼らの足元を見ると 42.195 と書いてあることから、これがマラソンのシーンであるということがわかるかと思います。ゴールテープはトイレットペーパーになっており、ランナーの一人の首には便座がかかっています。そのランナーの頭はボサボサ、つまり寒山と拾得がここにもいるということになりますね。彼らがランナーになって一緒にマラソンを走っていたのではないかと想像すると面白いですね。この作品が描かれたのは1月26日で、ちょうどマラソン大会が頻繁に行われている時期にあたります。
テレビかニュースで見たその様子を横尾さんは作品に映し込んだのではないでしょうか。こちらもスポーツを題材にした作品になります。何のスポーツかお分かりでしょうか。4人の人物が絡み合っている。その姿は何も身につけてないかのようです。そして彼らの周りには黄色い線が取り囲むかのように描かれていますが、ほぼ何も身につけず黄色い線の中で取っ組み合う、つまり相撲ですね。なぜかプレイヤーは4人になっていますが、これも寒山と実徳が組み合っているのでしょうか。この作品、背景をよくご覧いただくと、実は小さなお顔がいっぱい描かれています。その相撲の様子を熱心に見守る観客たちのお顔ではないでしょうか。こちらの作品が描かれた時期、ちょうどカタールでサッカーワールドカップが開催されていました。つまりモチーフはサッカーになります。幾何学的な形をした人物が逆さまになって向き合っているという構図になっていますが、その足元にある丸い円はサッカーボールでしょうか。そう考えると、こちらの寒山と実徳らしき人物から出ているトイレットペーパーらしきものも、芯の部分が赤い丸になっていて、まるで日本の国旗である日の丸を意識しているようですね。ほうきといえば実徳の持ち物ですが、ついにここでは寒山実徳はほうきに乗って空を飛び始めてしまいます。これも実はとある有名な映画シリーズを元にしているんですね。まるで寒山と実徳が魔法魔術学校の生徒なんではないか、そんな風に想像してしまいます。横尾さんも私たちと同じ映画を見て作品に取り込んだのかもしれません。ここに描かれている4人は皆さんどこかで見たことがあると思われるような人物ばかりなのですが、誰かお分かりでしょうか。左上は映画のランボー主人公であるジョン・ランボー、その隣はアルチュール・ランボー、それからエドガー・アランポーが続きます。下の段に行くと白い服をしているのはエドガワ・ランポーですね。そして右側は映画「ランボーもの」の主人公になります。お気づきでしょうか。言葉遊びのように似たような名前の人物たちが続いています。しかしよく見てみると赤い英語が書かれていまして「We are ハンシャン&シデ」と書かれています。日本語で訳すと「我々は寒山実徳である」。ここにも寒山実徳がいるそうなんですね。そうしてみますと、ジョン・ランボーが手にしている赤い物体、これは実は銃ではなくハンディタイプの掃除機のようです。そして江戸川乱歩はというと、タバコを吸っているようですが、右手に持っているのは灰皿ではなくトイレットペーパーになっています。さて、寒山百徳シリーズもこれで最後になりました。今までの作品とはスタイルが異なっており、大胆に描かれた黄色い背景、そして赤と青の線でおぼろげに描かれた2人の人物、まるで背景に溶け込んでいくかのようです。皆さん、この作品の構図、どこかで見た覚えはありませんでしょうか。そうです。横尾さんが寒山実徳を初めて描いたという2019年の作品、蘇我蕭白をもとにした作品ですね。あの作品の構図と同じになっています。つまり寒山実徳は約130点のシリーズを経て最初のところに戻ってきたというふうにも見て取れるかもしれません。しかし最初の寒山実徳とは異なって、こちらではすでに寒山と実徳の姿はおぼろげになっています。まるで明るい黄色い世界へ戻っていくかのようにも思えてきます。